は。今回は久しぶりに、ケイト・ピエロさんのベーシックコットンですね。これでね編み物がしたくなったので、このね春っぽいカラーを使ってバッグを編んでいこうと思います。まずベースですね。ケイト・ピエロさんのベーシックコットン、色番は1番です。色のね名前がついていたんですが、名前が何だったかちょっと今わからないですね。かぎ針は4から5号が推奨となっています。綿 100%30g 約 59m あります。このベーシックコットンのちょっと硬めの触り心地がすごく好きなので、これをね使っていきます。これはねパープルですね。色番46番。ピンクと迷ったんですがパープルにしました。こちらですね、ミントグリーン。色番は26番です。使用するかぎ針は5号の 3mm の針を使っていきます。ではまずこちらのね、ホワイトから使っていきます。私は中の紙を引っ張り出してですね、抜いてから使います。それでは編み始めます。糸端を中指と親指で押さえて、糸玉側の糸を2本の指の向こうからくるっと巻いていきます。そしてこの2本の指をくるっとひっくり返して、手前にある糸の下に針を入れて、左側の糸を引っ掛けて出してきます。この出してくる時に針を回転させて、ここね交差させます。そしたら糸玉側の糸をかけて引き出す。そして左手を外して糸を左手にかけ直します。そしたら一旦この鎖一つを押さえたまま糸を引き伸ばして、目立たない長編みの立ち上がりを作ります。針にかかった糸は指でしっかりと押さえたまま、かぎ針の針先を手前から向こうへ回転させます。そうするとねじれた糸が針にねこのようにかかっていると思います。針には全部で2本かかっているように見えますので、この針を輪の中に入れて糸をかけて出してきます。出してきたらかけて2本引き抜く。かけて2本引き抜く。これで鎖3目ではない長編みの立ち上がりが編めました。長編みそっくりに編めていると思います。苦手な方は鎖3目で立ち上がっても大丈夫です。針に糸をかけたら輪の中に針を入れ、糸を持ってきてかけて2本引き抜く。かけて2本引き抜く。長編みを1つ編みました。先ほど作った長編みの立ち上がり、上から見ると鎖になっていると思います。この長編みの頭ですね。ここにマーカーをつけておきます。角の鎖2目を編んだら針に糸をかけて輪の中に長編みを2目編みます。ちょっと白でね見えにくいかもしれないんですが、ゆっくりやっていこうと思います。長編み2目が編めたら鎖を2目、針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸を持ってきたらかけて2本引き抜く。かけて2本引き抜く。
長編みが編めました。もう一つ長編みを編んで鎖を2目角になります。最後輪の中に長編みを2目編み入れたら、最初に作った輪の糸端をぎゅーっと引っ張って引き締めます。そして、このね輪に入っている長編みを寄せるように整えたら、針に糸をかけてマーカーのついている長編みの頭、マーカーを外します。針に糸をかけてこの長編みの頭にちょっとね、この立ち上がり作ったものなので目が拾いにくいかもしれないんですが、鎖になるように2本上手に針に取って糸を持ってきたら、3本かかっているのでかけて一度に全部引き抜きます。中長編みですね。最後の角は鎖2目ではなくて中長編みで閉じます。これで1段目が編めました。この輪を絞った糸端は後で糸始末をします。はい、そして2段目の最初の立ち上がりも長編みの目立たない立ち上がりをします。ぐぐぐっと糸を引き伸ばして針にかかった糸はしっかり指で押さえておきます。長編みよりも長めに引き出したら、針先を手前から向こうへくるっと回します。そしてこの針先を下の角です。この角のスペースに入れて糸をかけて持ってきます。持ってきたらかけて2本引き抜く。最後もう一度かけて2本引き抜く。そしてここですね、この鎖になっているところをしっかりとマーカーで拾っておきます。1本目と向こう側にある2本目、ちょっとベーシックコットン糸が割れやすいので気をつけて拾っておきます。こんな感じですね。そしたら角には長編みが2目ずつ入りますので、残りの長編みを1つ、そして長編みには長編みを入れていきます。長編みの頭に針を入れて長編み、針に糸をかけて長編みの頭に針を入れて長編み、角には長編みを2目、鎖を2目、向きを変えてまた同じ角に長編みを2目入れます。これを繰り返します。長編みの頭に長編み、角には長編み2目、鎖2目、長編み2目です。長編みの頭には長編み1目ずつ入れます。
鎖2目の角には長編み2目、向きを変えて鎖を2目、長編みをまた同じ角に2目入れます。最後の方まで来ました。長編みの頭には長編みを1つずつ入れて、残りの角ですね、この角は最初に長編みを2つ入れてありますので、残りの長編み2目を入れます。はい、そして最後はこのマーカーのついている目に中長編みを入れて段を閉じます。まずマーカーを外して針に糸をかけ、この2本ですね、手前と向こう側の2本に針を入れて、糸を持ってきたらかけて3本一度に引き抜きます。ちょっと整えてあげて、これで2段目ができました。3段目も同じように進んでいきます。糸をぐーっと引き伸ばして、しっかりと針にかかった糸を押さえ、手前から向こうに針先を回して角に針を入れ、糸を持ってきたらかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。そしてこの鎖になるように手前の1本と向こう側の1本にマーカーをつけておきます。そしたら同じ角に長編みを1つ入れて、長編みの頭には長編み、角のところに来たら長編み2目、鎖2目、長編み2目を入れて進んでいきます。3段目も最後の方まで来ました。ここも閉じるときは中長編みで閉じていきます。針に糸をかけてマーカーのついていた最初の長編みの頭ですね、ちょっと糸が取りにくいんですが、このようにね、しっかり、上から見て鎖になるように2本取ります。手前と向こう側ですね。そしてかけて糸を持ってきたらかけて3本一度に引き抜きます。はい、こんな感じで、四角をどんどん大きくしていこうと思います。角には長編み2目、鎖2目、長編み2目で、長編みの頭には長編みを1目ずつ入れていくとどんどん大きくなりますので、繰り返し編んでいきます。そして最後ですね、最後は必ず中長編みで段を閉じる、角を作る感じですね。では繰り返し編んできて、このね四角を大きくしていきます。はい、繰り返し編んできて、全部で11段まで編みました。この11段の状態で横幅が約、22.5、22センチくらいですねになっています。でこの後真ん中の部分で、
減らし目をしながらバッグを立ち上げていきます。立ち上げていくと底の大きさがこんな風にね4つに角を折った状態、これがね底になります。これで約16センチくらいですね。なので、お好きな大きさでね編んでみるといいと思います。ちなみに、この辺りから2玉目に入っています。では、まず準備としてマーカーをつけます。角から角までの目数が42目あります。なので真ん中長編み21目と21目の間ですね。2白の葉のと2白の葉のと21、この間のところに4箇所マーカーをつけておきます。2白の葉のとはい、4箇所すべてにマーカーをつけました。そしたら最後は中長編みで角を作って終わっています。減らし目の段、ここも最初は長編みの立ち上がりを作ります。そして同じ角に長編みを1つ、全部で長編み2目ですね、入れたら長編みに長編みを編んでいきます。はい、マーカーのついているところから、右側に長編みが3目あります。この、2つの長編みで長編みの2目一度をします。まず針に糸をかけたら次の長編みに針を入れて糸を持ってきてかけて2本引き抜く長編みの、途中まで編んでいます。次の目でも針に糸をかけて頭に針を入れ糸を持ってきてかけて2本引き抜く長編みの未完成が2つできた状態です。針に、糸がね3本かかっているのをかけて一度に引き抜きます。長編みの2目一度ができました。そしたらマーカーの両側の長編み、この2つですね、2目を飛ばして次の目と次の目で長編みの2目一度をします。はい、こんな状態になっています。真ん中のマーカーの両側長編み2つを飛ばしてさらにその外側で長編みの2目一度をしています。ではあとは長編みを入れて今までと同じように進んでいきます。角には長編み2目鎖2目長編み2目を編んで、またマーカーのついている3目手前まで来たら、先に長編みの2目一度押してマーカーの、両サイド長編み1目ずつなので全部で2目ですね。マーカーを挟んだ長編みに2目を飛ばして次の長編みの2目一度をして減らして進んでいきます。はい、角まで来たら長編みを2目鎖を2目長編みを2目、そして長編みには長編みを入れて進んでいきます。で、繰り返していって長編みの真ん中のマーカーのついている3目手前まで来たら、まず最初にこの2つの長編みで長編み2目一度、マーカーの両サイドの長編みは飛ばしてその次の長編み2目で長編みの2目一度、ね、ここでやったのと同じように編んで、ぐるぐるとね進んでいきます。そうするとバッグがこのように立ち上がってくるので、
これをね、何段かやってからその後お花の模様に入っていきたいと思います。では繰り返し真ん中でね減らし目をしながら進んでいきます。はい、減らし目の段最後の方まで編んできました。最後角に2目長編みを入れて針に糸をかけ、最初の立ち上がりの長編みの頭ですね、ここに針を入れ中長編みで段を閉じます。また、長編みの立ち上がりを作って減らし目の2段目やっていこうと思います。角には長編み2目、長編みに長編みを入れて進んでいきます。そして、先ほど減らし目をしたところですね、長編みの2目一度と、その隣長編み2つ、全部でこの谷の部分から数えて3目分残すところまで編んでいきます。マーカーをね付け直すと分かりやすいかな。先ほどの段でマーカーを付け直さなかったんですが、この減らし目をしたところ真ん中にスペースがあるので、ここにねマーカー付け直しておくと分かりやすいですね。目を見て分かる人はそのままでいいと思います。はい、減らし目をしたところと長編み2つになるところまで編んできました。そしたらこの長編み2つでまた長編みの2目一度をします。でマーカーの隣のこの2目一度、これは飛ばします。こっちの2目一度も飛ばします。飛ばして次の長編み2つで長編みの2目一度をする。はい、でこのマーカーまたね付け直しておくといいかなと思います。減らし目の仕方はこのようにして編み進めていきます。繰り返し編んでいってどんどんバッグを立ち上げていきます。はい、減らし目をしてから2段ですね編んできました。ちょっとね低いかなという気もするんですが、チューリップの模様を2段入れていきたいと思うので、この辺でねもう模様にしていこうかなと思います。減らし目の2段目最後ですね、次の色に変えたいので、ここは段を閉じる時鎖2目をして最初の長編みの頭に針を入れ糸を引き抜いて鎖1をしてからカットします。糸始末できる分残してカットですね。そして糸を抜いたらこの鎖位置をキュッとね引き締めます。それでは、このね最後に編んだ角に針を入れてグリーンの糸を持ってきます。持ってきたらぐーっと糸を引き伸ばして長編みの立ち上がりを作ります。角から糸を持ってきたらここしっかり押さえてかけて2本引き抜く。ちょっとやりにくいので苦手な方は鎖3目でもいいと思います。そして最後2本引き抜く長編みの立ち上がりを作りました。で緑の糸端の方をキュッとね引っ張ると綺麗になります。鎖1をしたら針に糸をかけ、この角にもう一つ長編みを編みます。こんな感じで V ができました。針に糸をかけたら2目飛ばして3目目にまた長編み鎖1長編みを編みます。このね2本の糸端は後で糸始末をします。長編み2目飛ばして次の目に
長編み鎖長編み、繰り返します。長編み2目飛ばして次の目に長編み鎖長編み2目飛ばして長編み鎖1長編み、繰り返し編んできました。だんだん谷の方に近づいてきて、ここね長編み2目と長編みの2目一度全部で3目ですねある状態です。この谷のマーカーを減らし目したところですね、マーカーを外していただいて、3目飛ばしてしまってこのスペースに針を入れて、ここに長編み鎖1長編みを入れます。 V ですね、谷の真ん中に V を入れます。そして2目、3目ですね、ここだけちょっと3目飛ばして次の目から長編み1鎖1長編み1の V2 目飛ばして V を作って、こんな感じでね進んでいこうと思います。いろいろね綺麗に模様が出るように考えながらあれこれやっているんですが、これが一番しっかりね、これが一番しっくりくるかなと思います。2目飛ばして長編み鎖1長編み、はい、そして山の方まで来ました。長編み2目を飛ばして山の角、ここに長編み鎖1長編みの V を編んだら角の鎖2目を編み入れます。そしてまた同じ角に V を作る、長編み1鎖1長編み1、はい、こんな感じになっているので、これを繰り返し編んでいきます。でまた谷の部分に来たら、ここは、長編みの2目一度とその隣の長編み2目全部で3目ですね。両側3目を飛ばしたこのスペースの真ん中に V を1つ入れます。繰り返しぐるぐると編んでいきます。はい、一周ぐるっと回ってきました。最後の角に長編み鎖1長編みを入れました。で、この段も次の色に変えたいので鎖2目をして長編みの頭に針を入れて引き抜いて段を閉じます。ギュッと引き締めて鎖1をしたら糸始末できる分糸を残してカットします。鎖1をギュッと引き締めたら、お花の色を使って次の糸を持ってきます。糸始末できる分残してまた同じ角に針を入れ、今度は、チューリップを編んでいくんですが、ここは鎖3目で立ち上がります。立ち上がったら同じ角に長編みを4目編みます。
そして引き伸ばして針を抜いたら、立ち上がりの鎖3目めに針を入れて、この輪に針を戻します。で、糸を引っ張って動く方の糸が針の手前に来るように針を戻します。工事中でちょっと音が大きくて申し訳ないです。そしてこの針に戻した輪を引き抜きます。引き抜いたら鎖を2目、糸端は後で糸始末をします。後ろへ避けて、次の V、 長編み鎖1長編み、この鎖のスペースに長編みを5目編み入れます。長編み5目が編めたら、ぐっと針でこの輪を引き伸ばして針を抜きます。最初の長編みの頭に針を入れて、この輪に針を戻し引き抜きます。鎖2目を編んだら、次の V、 同じように長編みを5目編んで、最初の長編みの頭に針を入れ、長編み5目を一つに引き締めて玉編みにします。ぐっと引き伸ばして針を抜いたら、最初の長編みの頭に針を入れ、輪に針を戻し、この糸を引き抜いてギュッと引き締めて鎖を2目、これを繰り返し編んでいきます。はい、繰り返しチューリップを編んできて、谷の部分に来ました。谷にも V が1つありますので、鎖2目をしたら、この谷にも長編みを5目編んで、同じようにお花の部分を編みます。長編み5目編んで引き伸ばして、最初の長編みの頭に針を入れ、この輪を針に戻し引き抜いてキュッと、そして鎖を2目 V にお花を編み続けていきます。また山の部分に来たら説明します。はい、てっぺんの角まで来ました。この角のところも、お花1個を入れたら鎖2目をして、またさらに同じ角にもう一つお花を入れます。こんな感じですね。角のところにも、この角にはお花2つ、間に鎖2目です。ではこれを繰り返し、ぐるっと一周していきます。はい、繰り返し編んできました。最後
てっぺんにお花をもう一つ入れたら、また次で、バッグの地の色に変えるので、ここは鎖2目をして、最初に編んだお花、長編みが5本輪になっているはずなんですが、この5本の長編みが集まっている真ん中ですね、穴があると思うんですが、この真ん中に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締め、鎖1つを編んで糸を引き伸ばしてカットします。カットしたら糸端を引っ張って鎖を縮めます。ではまたバッグの色と同じ白い糸をね持ってきて、てっぺんの角に針を入れます。糸端は糸始末できる分残して針に糸をかけ持ってきたら、またね長編みの立ち上がりを作ります。糸を引き伸ばしてしっかりと糸端を押さえてですね、くるっとして、苦手な方は鎖3目で立ち上がってください。糸を持ってきたらここはしっかり押さえてかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、長編みの立ち上がりができました。糸端キュッと引っ張ると形が整います。でこの頭のところですね、2本鎖になるようにマーカーに取っておくと後から編みやすいですね。長編み1つ編めたら同じ角です。今入れたのと同じところに糸端編みくるんで長編みを1つ、そして次のお花とお花の間、鎖2目あります。ここに、バラバラに目数バラバラに入れていきます。今てっぺんの角には2目入れました。次は3目、2目、3目、2目、3目、2目、3目と入れます。そして谷の最後のところ、ここですね、谷にお花1個だけあると思うんですが、この両側は長編みの2目一度を編みます。次は3目ですね、長編みを3目入れます。次は長編みを2目、次は長編みを3目、次は長編みを2目、長編み3目、長編み2目、長編み3目、そして、真ん中、谷の真ん中にお花が1つあります。その手前は針に糸をかけ、スペースから糸を持ってきてかけて2本引き抜く、針に糸をかけて糸を持ってきたらかけて2本引き抜く、長編みの未完成を2つ作ってかけて3本引き抜いて長編みの2目一度をしました。次からは今編んできたのと逆の順でね編んでいきます。真ん中のお花の隣、長編みの2目一度、次は長編み3目、ここからは323232とね繰り返していきます。一番てっぺんの山の角には長編み2目入ります。
てっぺんまで来ました。てっぺんは長編み2目、そして角の鎖2目を編んで、こっち側ですね、こっち側先ほどやったのと同じように長編み2目、次のスペース長編み3目、3232とね、繰り返していって、谷の真ん中のお花の両脇は長編みの2目一度をね作って繰り返し編んでいきます。一周ぐるっとこれをね繰り返していきます。はい、一周ぐるっと編んできました。次の段も同じ色で編んでいこうと思うので、最後段を閉じるときは中長編みで閉じていこうと思います。色を変えるときは鎖2目でね引き抜いて色を変えるのがいいと思います。はい、中長編みで段を閉じたら、次の段も長編みの立ち上がりを作って、角には長編み2目、長編みには長編みを1目ずつ入れて進んでいって、ここはですね、先ほど本体で減らし目をして編んできたのと同じように編んでいきます。長編みには長編みを入れていって、谷の部分ですね、長編みの2目一度で減らし目をしたところがありますが、谷の3目手前まで編んでいきます。はい、谷の部分ですね、長編みの2目一度が真ん中に2つあると思います。長編みの2目一度1つと、その、隣長編み2目がありますが、この2目で長編みの2目一度をします。はい、そしてこの真ん中の2目一度は飛ばして、次のこっち側ですね、長編み2目で長編みの2目一度をします。はい、このようになっています。目数は全部で21目ですね、あるはずです。それではぐるっと一周これをね繰り返してきて、この上にねまた、チューリップの模様とバッグの本体のね、編み地を、繰り返して編んでこようと思います。はい、繰り返し編んできました。さらにですね、チューリップの模様を1段と、その上の白い糸で2段ですね編んだところです。ではこの後持ち手の土台となる鎖を編んでいこうと思います。最後、角のところ中長編みで段を閉じました。ここから、鎖1を編んで角に針を入れ細編みを1つ編みます。そしてこの細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みで、お好きな持ち手の長さになるまで編んでいきます。鎖編みを40目編みました。この鎖編み40目でだいたいですね約22センチの長さになっています。バッグの高さをそこまで出していないので、持ち手も短めに仕上げた方が可愛いかなと思ったんですが、このバッグのね高さもお好きな段数まで編んでね、好みの大きさにねしてみてください。では今回は鎖40目、このねねじれないようにしっかりと確認して
まっすぐの状態にしてから、隣の山の角のところに針を入れて細編みを編みます。続けて編んでいけばねじれることはねあまりないと思うんですが、しっかり確認をしてつなげます。ではすぐ隣の長編みから細編みを入れて進んでいきます。1目に1目ずつ編んでいきます。そして谷の部分に来たらまた少しね減らし目をします。はい、編み続けてきて谷のね近くまで来ました。細編みを編んできているので、今回はこの真ん中の長編み2目一度、この2つですね、これを飛ばして編んでいきます。手前で2目一度はせずに、この2目一度2つを飛ばして細編みを入れていく。こんな感じですね。そしたら、また山の方に細編みを1目ずつ入れていって、反対側の持ち手の土台を編んでいきます。はい、てっぺんの山の角の方まで来ました。角に細編み1つを入れたら、反対側と同じ鎖40目を編みます。鎖40目が編めたら、隣の角、てっぺんですね、山の角に細編みを1つ入れて、長編みには1目ずつ細編みを入れていきます。でまた下がっていくので谷の部分が出てくると思うんですが、先ほどと同じように谷の真ん中の長編み2目一度を2つ飛ばして細編みを入れていきます。はい、一周ぐるっと回ってきました。てっぺんの角のスペースの手前、最後の長編みに細編みを入れたので、マーカーのついている最初の目に細編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてキュッと引き締めて、この段は終わりです。次の段、鎖1で立ち上がったら、先ほど引き抜いた細編みの頭に針を入れて、細編みの頭にマーカーを付け直して、鎖の土台、鎖の上半目と真ん中の裏山ですね、これを2本取るように針を入れて、細編みを1目ずつ入れていきます。そして、今ね鎖の上半目と裏山取っているので、残り1本残っていくんですが、これは後から内側を編んでいくので、後でね拾う糸となります。では1目に1目ずつ、長編みの頭にも1目に1目ずつ細編みを入れて進んでいって、またねこれ進んでくると谷の部分に行きます。谷の部分に来たら、この一番低いところですね、細編みが谷の真ん中に2つあります。この2つを飛ばして、進んでいきます。で、今した説明と同じように
ぐるぐると進んでいって、何段かねこのようにして細編みを編んで、持ち手の幅を、高さをですね出していこうと思います。繰り返し編んでいきます。はい、鎖の土台に細編みを2段ですね編んできました。今回はちょっと細めな感じにしようと思うので、これで終わりにしたいと思います。最後は、引き抜き編みで閉じるのではなくて、ここは糸をぐーっと引き伸ばしてとじ針でチェーンステッチをして糸始末したいと思います。とじ針に糸を通したら、マーカーのついている細編みの頭ですね、マーカーは外して、この今マーカーがついていた目は飛ばして、その隣2つ目の細編みの頭に針を入れます。そして糸を持ってきたら、最初の細編みの頭と同じくらいの大きさになるように糸を引っ張って調節して、最後に編んだ細編みの、この鎖の真ん中ですね、ここに針を入れ、その後ろにも1本ね糸があります。ここにも通して、そして、できればこの最初の細編みの頭にも針を入れるといいと思います。ちょっと白で見えにくいかもしれないんですが、このように糸を通して調節したら、最初の細編みと同じくらいのね鎖になったら、後ろで糸始末をします。ちょっと私、糸をね継ぎ足したので糸端が出ていますが、目立たないように糸始末をします。これで、まず持ち手の土台に2段ですね細編みを編んできました。内側にもぐるっと一周ね細編み編んでいこうと思います。新しく糸を持ってきたら、てっぺんの角、この内側のところですね、てっぺんの角の角から5つ目くらいの長編みにしましょう。ここに針を入れて糸をかけて持ってきます。持ってきたら鎖1をして糸端を編みくるみながら1目に1目ずつ細編みを入れていきます。で谷のところに来たら今までと同じように真ん中の2目一度を飛ばして細編みを入れていきます。はい、谷の部分に来ました。谷の、長編みの2目一度が2つあるので、この目を飛ばして
細編みを入れていきます。はい、反対側の角までね進んできました。ここは角の手前の最後の長編みに細編みを入れたら、向きを変えて、角のスペースに針を入れ糸を持ってきて、持ち手の土台の鎖、最初の鎖ですね、1本糸が残っていると思います。ここに針を入れて糸を持ってくる。そしてこの3本を一度に引き抜いて、次の1本から1目ずつ細編みを入れていきます。こんな感じですね。角のところ細編みの2目一度をしました。では残りの、鎖1本のところですね、持ち手側1目ずつ細編みを入れていきます。反対側の、角のところまで進んできました。ここも最後の鎖1のところと、この角のスペースですねに針を入れて糸を持ってきて、3本一度に引き抜いて細編みの2目一度で、残り長編み4目に細編みを入れていって、マーカーを付け忘れてしまいましたが、最初の細編みに来たのでここで、終わりにしたいと思うので、ここもね先ほどやったのと同じようにチェーンステッチで糸始末をしてください。そして反対側の持ち手の内側も同じように編んでいきます。はい、持ち手の内側にも細編みをね編んできました。内側がこっちですね。両側にこんな感じで編んで、今ね中の、チューリップを編んだ糸始末も全部してきて、ベーシックコットンを4玉入れている状態です。バッグはこんな感じになりますね。よくあるスクエアボトムトートと同じ形でチューリップを入れてみました。紫のチューリップも可愛いですね。で、サイズですね。そこは編んでいる途中でも紹介したと思うんですが、約16センチで、この横幅ぺったんこにしておくとだいたい、32センチくらいありました。で、この高さですね、高さ一番低いところで13センチくらい、一番深いところで21センチ、20センチくらいかなになっています。今回はちょっと、浅めに編んで持ち手も短い感じになっているんですが、もっとね深さを出したければこの模様を繰り返してねどんどん高さを出していって、深めの大きなバッグにすることもできますし、持ち手の部分もね鎖40目で編みましたが、肩にねかけられる長さにしてもいいと思いますし、自由にね変更して楽しんでみてください。で、お願いがあるんですが、今まで動画を出してきた中の作品については販売は自由としていました。ですが、この作品、この動画以降の私の作品に関しては販売はしないでいただきたいと思っています。自身で楽しんでねいろいろアレンジして編んでいただいたり、お友達やご家族にプレゼントしていただくのは自由なので、ぜひ動画を見てね楽しく編んでいただけたらと思います。このチューリップですね、すごく可愛いので、何かね他の
小物セットで使えそうな小物なんかにも、入れてね作っていけたらいいなと思っています。またねなんか考えていこうかなと思っています。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。